皆さん、こんにちは。綾野ズラーニングハブの綾野です。今回は、デイリーリスニングジャパニーズのよしえさんとコラボをしました。よしえさんと私が今までに行ったことがある日本の旅行先ベスト3を発表しています。皆さんが行ったことがあるところ、行ったことがないところ、たくさんあると思います。ぜひ最後まで聞いてくださいね。それでは行ってみましょう。Let's go! 綾野ズラーニングハブ。皆さん、こんにちは。綾野ズラーニングハブの綾野です。いつも聞いてくださってありがとうございます。今日はなんとゲストを呼びました。リスニングデイリージャパニーズのよしえさんです。今日はよろしくお願いします。こんにちは。リスニングデイリージャパニーズのよしえです。今日は楽しみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私もとっても楽しみです。まずは簡単によしえさんの自己紹介をしてもらいたいと思います。お願いします。はい、私は YouTube で日常生活によくあるトピックでリスニングの、練習動画を出しています。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はよしえさんと一緒に日本で行った中で一番良かった旅行先ベスト3を発表したいと思います。3位、2位、1位という順番で皆さんにご紹介します。はい。ですので、もしかしたら皆さんが行ったことがある場所もあるかもしれませんし、まだ行ったことがないところが出てくるかもしれません。ぜひ最後まで聞いてください。では早速、よしえさんにベスト3のうちの3位を発表してもらいたいと思います。はい。もうすごく私旅行が好きで、いろんなところに旅行したことがあるんですが、その中でも第3位は五島列島です。長崎県にある五島列島。綾野さん行ったことありますか？ないです。すごく自然が豊かなところなんですけど、この五島列島、何で一番有名かと言いますと、キリスト教の教会がたくさんあるんです。というのも、昔、日本がキリスト教が禁止されていた時代があったんですけども、その時もキリスト教を信じる人たちがこの島に逃げてきて、ずっと200年もの間、キリスト教を守り続けたっていう歴史があるんですよね。それで、今はもうみんな、どの宗教を日本人が信じていてもいいんですが、そういう歴史があったっていうことを知って、どういうところなのかなっていうのを見に行きたくなって見に行ったことがあります。洞窟の中で日本人がこっそり隠れながら岩をマリア様に見立てて、祈っていたとか、そういう話を聞くことができたんですよね。で、たくさん教会もあるので、そういう教会を巡ったりして、すごく楽しかった気がします。はい。これが私の一つ目です。まだ五島列島には行ったことがないので、今お話を聞いてちょっと興味が出ました。確かに歴史の教科書で長崎県は特にキリスト教を昔信仰していた時代があったっていうことは習ったんですが、今でもそうして歴史的な場所が残っていろんな観光客の人に行ってもらってるんだなと思うと行ってみたくなりますね。うん、うん。すごくなかなか他では楽しめないうん。日本の楽しみ方ができる場所かなと思います。もちろん食事もすっごく美味しいし、おじいちゃんおばあちゃんもすっごく優しくて、行くとほっこりする、リラックスできるいい場所だと思います。それが第3位です。ありがとうございます。じゃあ私の第3位の発表をします。私が今まで行ってよかったところの3位は高野山です。高野山に行ったことありますか？ないです。ないですか？
ぜひ行ってもらいたい場所ですね。高野山は和歌山県にあります。名前の通り山です。その山の上にたくさんのお寺があるんですね。昔、弘法大師というお坊さんが、そこに真言宗という宗教の宗派のお寺をたくさん建てて、それが今でも残っています。実際に今でもお坊さんたちがそこに暮らして修行をしているそうです。なのでそこに行くとすごく神聖な雰囲気があって、静かですし、綺麗ですね。特に奥の院という場所があるんですが、その奥の院に行くと、たくさんのお墓があるんですね。そのお墓は有名な歴史的な人物のお墓なんですよ。例えば、豊臣秀吉とか、すごく有名な武将のお墓もたくさん残っていて、へえ。すごく歴史が好きな人にとっては面白いんじゃないかなというふうに思いますね。知らはい。なかったです。はい。なんか、うん、高野山って多分日本の中では一番ぐらい有名ななんかお寺の一つだと思うんですけど、前に一回聞いたことがあるのが、そこに泊まることができるって聞いたんですけど、本当ですあ、か？泊まるところもあるようです。で、あ実際にお坊さんの食事を一緒にすることができる体験もあるみたいです。座禅といって、長い時間集中して座るという修行があるんですけど、それの体験もできるということで、日本人だけじゃなくて、海外から来た方もその体験をする人が多いということを聞いたことがありますね。座禅って足を難しい組み方で組んで、手を前に置いて目をつぶるやつですよね。そうです、そうです。私、私、足の組み方できないんですけど、綾乃さんできますか？私はできるのかな、やってみたいですね。うん。でも、その体験すごく楽しそうですね。うん、あうとはちらん。っとさっき言ったように、精進料理というお坊さんが食べるとてもシンプルな料理があるんですが、野菜や豆腐を中心に使ったお料理で、その精進料理を普通の高野山にあるお店で食べることができます。なので、う私はん。今までに2回高野山に行ったことがあるんですけど、その度に精進料理のセットを注文して食べれましたね。美味しえかったでー、す。私、精進料理食べたことないんですけど、イメージはちょっと味が薄めで健康的っていうイメージなんですけど、合ってますか？合ってます。お坊さんの修行に出てくる食事なだけあって、煩悩といっていろんな悩み事とか不満とか、そういった雑念っていうんですけど、考えを頭の中から抜くという意味でも、あまり豪華な食事はしないということなんですね。そういう意味も込めて、精進料理を食べるそうで、なので味付けもできるだけシンプルに薄くしていることがほとんどじゃないかなと思います。なるほど。じゃあ本当に高野山に行くと、お坊さんの気持ちが味わえるっていう感じですそうだね。と思います。はい。楽しそう。なので、海外から高野山に行った方は、すごく特別な日本らしい体験ができると思うので、すごくおすすめです。それでは、第2位の発表に移りましょう。よしえさんの第2位はどこでしょうか？はい。第2位は石川県の金沢市です。はい。石川県の金沢市は、結構有名な都市かなと思うんですが、綾野さん行ったことありますか？実は、そこも行ったことがないんですよ。あ、本当ですか？はい。金沢は北陸地方では一番の都市っていうふうに言われています。なので、
結構都会ではあるんですが、コンパクトな街でいろんなことができます。例えば、皆さんが京都でイメージするようなお茶屋さん、お茶街、茶屋街っていうんですが、日本の伝統的な街並みの中でお茶をする場所であったり、芸妓さんがいて、夜は、芸妓さんと一緒にお酒を飲むっていうような場所もあります。私はそうやって芸妓さんとお酒を飲むっていうことはしたことがないんですが、誰でもそこの茶屋街を歩いて、その雰囲気を味わうことができます。あと、他には、兼六園って言って、日本三大名園の一つのとっても大きくて素敵な庭があります。季節によって秋は紅葉があったり、春になると緑がきれいになってっていうような日本の四季を感じられるとってもいい場所です。他には、近江町市場って言って、金沢市民の台所なんでキッチンですよね。で呼ばれるような大きな市場があります。金沢は海に面しているので、とっても、お魚が美味しいんですよね。なので、市場で魚を買って、その場で食べたり、他にはなんか魚を使った加工食品を買って、その場でかまぼことかを食べたり、もういろんなことがその市場の中でできます。もうお土産買ったりもできるし、とっても楽しいです。あとは、すごく有名な美術館があります。21世紀近代美術館といって、結構新しい感じの斬新なアイディアの美術館があって、普通の絵を見るだけだとつまらないっていう人にとっても、とっても楽しい美術館だと思います。はい。こんな感じで、1泊2日ぐらいですごく楽しめる街なので、とっても大好きです。石川県の金沢市は日本人にとってもすごく人気ですし、最近は海外から行かれる人も多いみたいですよね。はい。そうですね。うん。なんか、日本人だけど、やっぱり日本っぽいところが、なんか好きなのかな、私っていうぐらい、結構、ハマっちゃいましたね。私はそこも行ったことがないので、行ってみたいですね。ね、ぜひ。ちなみに、石川県までのアクセス、金沢市までの行き方は簡単でしたか？場所にもよると思うんですけど。実は、すごく今便利になっていて、金沢は。東京から行こうと思ったら、今、北陸新幹線っていうのが通ってるので、もう1本で行けちゃいます。2時間ちょっとくらいですぐにアクセスできます。すごい便利ですね。うん。2つ目のおすすめの場所は、銀山温泉という場所です。この銀山温泉は山形県という日本の北にある県にあります。銀山温泉なので温泉がとても有名で、すごく温泉街が綺麗なんですね。街並みがノスタルジックで古い感じがするので、すごくロマンチックです。特に夕方、夜になると街の中の明かりがつくんですね。その明かりがすごく綺麗で、旅行で来る人たちもそれを見に来るぐらい、その景色に魅了されて、来る人が多いそうです。ちなみに、千と千尋のモデルにもなっている街並みということで、それぐらい綺麗な景色が見ることができます。私、山形行ったことなくて、その銀山温泉っていうのも、あの、名前だけしか聞いたことなかったんですよね。そんな素敵な景色があって、じゃあ夜が楽しい。夜が特に綺麗です。明かりが
すごくぼんやりと暖かい明かりで、それが街を照らしている様子がすごくロマンチックで、なんだかこの絵の中の世界みたいなあ感じでーす。素敵ですはい。ね。じゃあ、温泉のある旅館に泊まったりして楽しむのが一般的ですか？そうですね。それで温泉に入った後に浴衣を着て、その浴衣を着た姿で街の中を歩くと、特に日本らしい感じがして素敵ですね。それで写真を撮るとすごいいい思い出になると思います。ああ、すごく素敵ですね。浴衣ってやっぱりお祭りがないとなかなか着る機会がないし、大人になっていくとどんどん着る機会が減っていくんですが、ちょっと温泉宿だと勇気が出るというか、なんかちょっと非日常な気がしてチャレンジできますよね。そうなんですよ。私、すごく温泉が好きで、日本のいろんな温泉に行ったことがあるんですね。例えば、城崎温泉とか、有馬温泉とか、あと下呂温泉とか、うん本当に日本のあちこちの温泉に行ったんですが、その中でも特に銀山温泉の雰囲気が好きですね。はあ、私も温泉すごく好きなんで、うん、いつか行ってみたいです。すごく興味が湧きました。ぜひぜひ行ってみてください。では、最後に、よしえさんの一番行ってよかったと思う場所を教えてください。はい。1位は白川郷です。白川郷、行ったことありますか、綾野さん？ないですけど、インスタグラムでいっぱい動画が出るので、すごいいいなと思っていつも見ています。はい。白川郷、すっごく有名だし、もう日本人も外国人もとっても好きな場所だと思います。知らない人のために説明すると、白川郷は岐阜県にあります。山の中にあって、その町全体が昔の日本の風景というような感じの建物がたくさん並んでいます。昔の、家の屋根、合掌造りっていうんですが、合掌っていうのがこう手を合わすっていうことなんですが、屋根の形が本当にこういう形なんですね。で、これはなんでこの屋根の形かっていうと、雪がたくさん降る地域なので、雪が降った時にこう屋根が重さで潰れてしまわないように、雪が上手にこう下に落ちてくれるようにこの形になったと言われています。この合掌造りの家がたくさんあって、もうそれは綺麗なんですが、それに雪が降ったらもう街全体が真っ白になって、家の明かりだけが灯っているような景色になって、本当になんか見ていて感動するっていうか、ぐっとこう、ああ、日本人でよかったなって思うような雰囲気なんですよね。で、そこで、売っている、なんか焼いた餅とかなんかいろんな食べ物が売ってるんですが、そういうのを買って歩くっていうのがとっても楽しいですね。うん。冬ももちろん楽しいんですが、他の人の話を聞いた感じでは、夏とか春とか秋に行っても、その田舎の風景がどんどん変わっていくので、楽しいっていうふうに聞きました。いやー、素敵ですね。もう聞いてるだけで感動的な雰囲気、風景が目に浮かぶような感じです、本当に。では、最後に私からも一番行ってよかったなと思うところをご紹介します。私が今まで一番行ってよかったなと思うところは、貴船神社という神社です。知ってますか？貴船貴神社という船神社、神社。聞いはい。たことないです。あ、本当ですか？よかったです。うん。貴船神社という神社は、京都府にある神社です。この神社は、京都の
結構山の中のある神社なんですけど、この神社が夏になると、その山の緑がすごく綺麗で、その緑と神社の赤い鳥居のコントラストがすごく綺麗なんですね。で、神社に行くまでの石段があるんですが、その石段を登って神社に行くまでの風景もすごく綺麗で、今でも頭にこう思い浮かべられるぐらい綺麗な記憶として残っています。特に七夕の季節になると、笹がいっぱい立てられてあって、その笹に願い事を書いた短冊というカラフルな紙がたくさん結びつけられるんですね。そのカラフルな紙も風に揺れてとても綺麗で、すごく見ていて綺麗だなと癒される場所でした。あとは水占いという占いがあるんですよ。どんな占いかというと、紙を池の上に浮かべると文字が浮かび上がってくるという占いなんですね。すごく面それ白い。が、はい、すごくそれが独特で、他にはあまりない占いなので、すごく楽しかった思い出があります。それは浮かべたら読めるんですか？そうなんです。浮かべたらへ文字がはっきりと出てくるので、はい、そこに吉とか凶とかその占いの結あ果が出てきてっていうのですごく面白いです。その一文字、吉とか大吉とか、そういう文字だけが浮かび上がるんですか？あとは短い文章が出てきますね。どんなことが書かれていたかあまり記憶にはないんですけど、自分の運勢、自分の運ですね。この先どんな未来があるのかということを簡単に知ることができて面白いですね。面白い。おみくじって普通の神社だと、基本的に紙のおみくじをこう引いたり、あとはあのお箸みたいな長い棒で番号を出して、その番号の紙をもらって読むっていうのが普通だと思うんですけど、水占いは初めて聞きました。とっても楽しそそうなんですよ。ユニークですよね。う。うん。その水の上に浮かぶ紙の様子もすごくおしゃれで、写真で撮ってもすごく映えますね。写真映えするっていうのが、写真を撮った時に綺麗に見えるということなんですけど、すごく今でも思い出に残っています。ちょっと調べてみます。どはい、ぜんな感じか。ひぜひ。はい。あとは、川床も貴船神社のすぐ横にあって、山なので川が流れてるんですね。その川の上にテーブルがあって、で、そのテーブルの上で食事を楽しむことができます。夏は特に川の涼しい空気が感じられるので、すごく爽やかで心地がいいですね。うん、私、川床大好きで、やっぱりなんか、なかなかない雰囲気になるというか、川のサラサラサラって流れる音が聞こえて、その上でお食事をするっていうのは、とってもスペシャルなうん、体験ですよね。日本人って昔からそういった風の音とか、水の流れの音とか、あとは空気の冷たさとか、そういうのを感じることを楽しむという文化があるじゃないですか。それがすごく感じられるので、すごくおすすめですね。うん、貴船神社も行ったことないので、はい。行ってみたいと思います。偶然はい。ですけど、うん、私たちが発表したところ、どっちも2人とも行ったことがないあ、ところばっかりでしたね。本当ですね。お互いに行ったことないところばかりで、私もたくさん情報共有ができて嬉しいです。嬉しいです。うん、聞いてくださっている皆さんにとっても、たくさん情報になっているといいですね。そうですね。ぜひ行ってみたい場所があったら調べてみてほしいですね。うん。
では、最後に1個だけ質問があります。まだ行ったことがないけど、これから行ってみたいなと思っているところってありますか？私が今一番行ってみたいところは沖縄県の宮古島です。はい。沖縄県ってすごくビーチで有名なリゾート地なんですけど、たくさん島がありますよね。その中でも宮古島ってすごくビーチが綺麗で有名で、沖縄県の人からしても宮古島の海は綺麗って言われるぐらいとっても綺麗らしいんですよね。そこでなんかマリンアクティビティをしたり、ゆっくり砂浜でリラックスしたり、そういうのが今ちょっとしてみたいなと思っています。ああ、綾いい野さんはですね。どうですか？いいですね。宮古島実はまだ行ったことがありません。というのも、実は私は鹿児島県の南の方にある徳之島という島出身なんですね。うん。それですごく沖縄に近いんですよ。で、沖縄と似ているところがたくさんあるので、それもあって、わざわざ沖縄まで行くのもなーっていうふうにいつも思ってしまうんですね。ただ、最近では SNS でたくさんの宮古島の写真を見ることができますよね。その写真がすごく綺麗なので、やっぱり行ってみたいなっていう気持ちになりますね。特に今、吉江さんから話を聞くと、やっぱりいいんだなっていうふうに思いました。はい。うん、確かに近いとなかなか行かないっていうのはあるあるですよね。そうですね。はい。では、私が行ってみたいなと思っているところは、宮崎県にある高千穂峡という場所です。どんなところかというと、山の中に大きな岩が壁のように立っているんですね。その壁と壁の間をきれいな川が流れています。そのきれいな川を小さなボートで渡ることができるんですね。その動画を以前に見たことがあって、すごく綺麗だなと感じたので、行ってみたいなと思っています。すごくあの神秘的な雰囲気を感じたんですよね。実は行ったことあります。あ、今日初めての行ったことがあります。あの、本当に綺麗で、滝のイメージって多分すごくダイナミックな滝っていうイメージの人が多いと思うんですが、どちらかというと高千穂峡の滝は、うん、そんなに水の量がたくさんあるわけではないのに、岩と岩の間にこう美しく落ちてる水っていう感じで存在感がすごくあったんですよね。で、本当に神秘的な空気で素敵だったんですが、実は私が行った時に雨がちょっと前日に降っていたから、川の水の量が多すぎるので、船には乗れませんって言われて、そのボートの体験ができなかったんですよね。なので、また絶対いつか行こうって思ってます。わあ、そしたら、その川を見れる場所があったんですか？どこか。はい、一番よくインターネットに出てる写真の場所は、ちょっとちっちゃい橋があって、その橋から眺めると、美しい景色になると思います。なので、そこから見ました。ああ、そうだったんですね。あ、でも、ボートに乗れなかったのが残念ですね。悔しい。うん、悔しいですよね。楽悔しい。しみにしていたのにっていう感じですね。では、はい。いつかまたぜひ行ってみたい場所の一つに入っているんですね。本当にそうです。いや、私もますます行ってみたくなりました。はい。今日はたくさんの日本の知られていないような場所もあったんじゃないかなと思います。皆さんにも楽しんでいただけていたら嬉しいです。はい、ということで、今回は吉江さんと今までに行っ
った旅行先で良かったところを皆さんにご紹介しました。ぜひ感想をお待ちしています。よしえさんと今回もう一つビデオを撮っています。そちらも概要欄にリンクを貼っているので、ぜひ見てください。それではよしえさん、今日はありがとうございました。はい、とっても楽しかったです。はい、ありがとう私もです。ございました。またぜひよろしくお願いします。お願いします。では皆さん、ありがとうございました。バイバーイ。